Enter FM Tokyo Music Radar 今夜のゲストはビリー・ロムの皆さんです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずは自己紹介を一人ずつお願いします。はい、ボーカルのモルです。ドラムの俊介です。キーボードのレノです。はい、よろしくお願いします。よということろしくお願いしで、ます。メンバー6名のうち3名と一緒に今週と来週2週にわたってお送りしていきたいと思います。ビリー・ロム、皆さんどのような経緯で結成されたんですか？町田市出身っていう情報は伺ってるんですけど、はい、まあでもざっくり言うと地元の友達というか、もうそうですね、地元全員町田の同級生で友達同士で結成してるみたいな。でこことここが友達、こことここが友達みたいな感じですよね。最終的に全部つながってみたいな。最初からこの6人がつよつよで小中高一緒だったとかそういうわけではないよね。けどでもあれだよね、ベースの大勢と俊介は幼稚園。そうですね、幼稚園一緒で20年ぐらい中学で、再会した時にギターのリンと会って3人中学でしょ。すごい。高校でボーカルモルと会って、幼稚園にいた時にそんな一緒にねバンド組んでいくなんていや全く思ってないです。大学も思ってないです。幼稚園の時はそんな仲良くなかったでしょ別に。いやでも公園で遊んだりしてて。あ、そうなんだ。すごい。じゃあちゃんとその認識はある状態で。全然あります。全然あります。で皆さん大学入ってからになるんですかね。バンド時代。そうですそうです。2020年に結成したので。コロナ禍ですね。そうです。で大学で僕とギターのリンが一緒になって、でちょうどそのコロナで大学が全部もうなくなりますって時に、どうするみたいな、もう何もやることないよねってなって、でまあなんかお互い音楽の話とかはしてたんですよ。音楽好きでそういう話はしてたんですけど、なんかその大学の最後の日みたいな時の帰り道に、ギターのリンになんかバンドやろうぜって言われて、でも本当はふざけるっていうか遊びだと思ってたんで僕は、ね、全然いいよみたいな感じだったんですけどどうやらリンは最初からめっちゃ本気だったらしくて。そうなんだ。そうです。でも他のメンバー誘い込む時もなんか、お前はドラム顔だからドラムやれみたいな。それが理由だったんですか？なんかそれまでしたことなかったって伺ったんですけど。いやお前顔ドラムだからドラム始めろって。被害者。その時にやだ俺はこっちがいいにはならなかった。いやこっちがいいというか、そもそもバンドに入ることを断ってたんです。そうかそうか。俺はやらないよと。それまでは何をされてたんですか？なんかサークルだったり、部活だったりは音楽でした？空手ずっとやってたんですけど、全国何位だっけ？4位。全国ベスト8。わあすごい。そうなの？マジで？レノさんもびっくりしてる。そんなすごいもんじゃない。パンチで人の内臓触れるらしいです。それ俺じゃないのだから。やばいな。僕の先輩がその溝をパンチした時に内臓の感覚がつかめるっていう感覚があるんですけど、その話が町田で俺がその感覚があるみたいな感じになってるんですよ。広がっちゃったんだ町田で。そうじゃあずっと空手をやっていて、で大学でリンさんに誘われて、で断ってたんですけど、なんか毎日電子ドラムの URL みたいなの送られてきててすごいで気づいたら買わされてて LINE グループ入れられてみたいな。結局買ってんのがすごいよね。でもいやそこですよね。全部自腹なんですよ。自分でリンと折半とかじゃなくて買わされてる。すごいですよ。毎日来るんですよ。買わねえよって言ってんのに次の日買ったから。すごい。でも先見の明があったんですねきっとね、リンさんにはね。ありがたいことです。そうなんだ。でレノさんは俺と DJ だけ離れてるところにいるんですけど、DJ のユータが最初ビリー・ロムのカメラマンみたいなのをやってて、アーティスト写真とかとして、そのつながりで自分はキーボード探してるって聞いてたんで、俺いるじゃんみたいなんで入れてもらいましたね。もともとクラシックピアノをされてたんですよね。そうですね、ずっとピアノやってて。でもそのいわゆるポップスというか、そっちにももうじゃあそうですね、ピアノやめた後にもうずっとDJ となんかヒップホップのトラック作ったり、なんかそういうトラックメイクみたいなことはやってたんですけど、おもんなくてあんまりはまらなかった。あんまりでやっぱりバンドやりてえなみたいなんでちょうど
いましたね、ビリー・ロムが。すごい、はい、運命的だな。ありがたいね。クラシックからヒップホップ DJ っていうのはその何かきっかけがあったんですか？なんでヒップホップ聞いてたんだっけな。ちょっと皆さんのルーツもちょっと伺いたいんですけど。クラシックは好きじゃなかったんですよ。あ、そうなんですね。最初はいやいや10年やらされてて、長い、すごいやめれなくてそれの反発か知らないですけど、ヒップホップとかメタルが好きになったんだと思います。だいぶ極端なそうですね、とこ行きましたね。でも意外と今になって通じるところあるなとか思ったり。どういうとこが通じるなと思います？メタルとか特にクラシックのなんかスケール感というか壮大な感じ、めっちゃ影響を受けてると思いますね。でたまに参考になりますね。わあ、すごい、はい、そうなんだ。モルさんはじゃあそのルーツというかどういう曲を、そのリンさんと音楽好きでつながってたっていう話をさっき伺いましたけど、どういう曲を聴いてたんですか？僕はそもそも父親がすごい音楽オタクで、もう生まれた頃から、でも主に60年代から2000年ぐらいまでの洋楽かな、主にソウル、ディスコ、でもそれが結構ポップス調になった時代というか、アース・ウィンド・ファイヤーとか、ビージーズとかがずっと家で流れてて、気づいたら自分もそういう音楽がすごく好きになってましたね。でも初めて自分の意思というか自分で自発的にすごく衝撃を受けてディグったのはマイケル・ジャクソンでした。今日ちょっと似てるなと思いました。似てる、見た目が雰囲気が、本当ですか？本当ですか？なんか曲を聴いてて、そのマイケル・ジャクソンのなんていうのかな、そのエッセンスじゃないですけど、やっぱりその影響を受けてるっていうのもあって、そのリズムの出し方とか、グルーヴの出し方はもともとなんかそれを感じるなって思って聞いてたんですけど、今日お会いしたらちょっとなんかそのなんていうんですかね、その立ち住まいというか、なんか姿がなんかはいって言いそうな言いそうな感じちょっとするなって思ってました。光栄です。嬉しい、光栄だね。めちゃくちゃ光栄で。俊介さんは空手でしたけど、その曲はどういう曲を聴いてたんですか？いや、僕も父親が60年代70年代のソウルが好きで、それで、その小中の時はあんま聴いてなかったんですけど、高校上がってブルーノ・マーズが24カラッツマジックのアルバム出した時に、それなんとなくハマって、でそこからブルーノ・マーズディグって、ブルーノ・マーズのルーツまでディグるぐらいブルーノ・マーズハマって、でそこからそうですね R&B にハマってったってのがきっかけですね。じゃあみんなそれぞれ多分他の3名もそれぞれあると思うんですけど、でもうまい具合にその多分自分たちのもうかっこいいみたいなところがつながったんですかね。そうですね、それは感じますね。なんかその曲を聴いてても、そのいろんなちょっとずついろんな要素が入っているけど、なんかまとまってるというか、これがビリー・ロムなんだみたいなものをすごい感じて、ちょっとそれについてはまた後ほど深く聞けたらと思うんですけど、じゃあ1曲ここでビリー・ロムの曲をかけたいんですけど、どの曲にしましょうか？アルバムの2曲目にデューンっていう曲があるんですけど、その曲はなんかビリー・ロムとしては結構初めてのロックテイストといいますか、結構チャレンジングな曲になってまして、ビリー・ロムのアルバム出すに伴って、その新たな一歩としての名詞になったような曲です。じゃあ聴いてください。ビリー・ロムでデューン。ビリー・ロム、次世代へと進化し続けるサウンド、東京トランジションソウルを奏でると資料にあるんですが、東京トランジションソウルとは何なんでしょう？これは仲のいいライターさんが考えてくれて、そのトランジションっていわゆるこう移り変わっていくというか、進化し続けるみたいなニュアンスを込めてくれて、僕たちそのバンド名の由来にもなってるんですけれど、なんかこうなんだろうな、特定のジャンルをなんかこうやり続けるのではなくて、なんかその時のバンドのなんか思想だったりとか、バンドの
やりたいこうニュアンスとか音楽性とかを追求してそれを表現したいっていうそのちょっと逆というか、はい、ビリー・ロムを表現するためにいろんなジャンルがあるみたいな風な捉え方をしていて、なんかそういう意味では本当にいろんなジャンルだったりとかにこうずっとチャレンジをし続けてるバンドなんですけれど、多分そのスタンスを組んでこういうトランジションっていう名前をつけてくれて、でやっぱり根幹にあるのは、ソウルというかこうなんだろうね、本当魂を、からのこう魂に訴えかけるみたいな、多分そういう意味合いを込めてつけてくださって、なんか最初は僕たちも東京トランジションソウルってなってたんですけど、はい、だんだんなんかやっぱり自分たちでもなんかすごい僕たちのことを見て観察してつけてくれたんだなっていうのは今感じてますね。ありがとうございます。そのさっきその、ソウルの部分みたいな話を今伺いましたけど、曲作りもやっぱり、曲作りってどうやって普段されてるんですか？どこがまず何かその思いから始まるのか、こういう曲やってみようっていうところから始まるのか。これはそうだな、でも本当曲によって全然違くて、なんか今こういう、大体そのデモを作るのが僕かギターのリンなんですけど、はい、僕かギターのリンが、01の部分というか、なんか今こういうのやりたいよねっていうそのバンドのなんか今のトレンドみたいなものを組んで、簡易的なデモを作って、でそれをみんなにプレゼンというか一回聞かせて、で1から100のところはもうみんなで作るみたいな。でレノが結構そのアレンジとか編曲が得意なんで、なんかレノを中心にあとはもうみんなでもうああでもないこうでもない、ここの音色もうちょいこうしたらとかって言い合ってもう作り上げていくみたいな流れが一番多いかな。でも曲によっては本当もうデモだけ最初作って、あとはもうスタジオ入ってスタジオで完結させるみたいな曲もありますし、本当曲の良さが一番生きるやり方というかを意識するようにはしてますね。それをじゃあそのデモの着想を得た段階でモールさんがこれはみんなでやった方がいいなとか、ある程度ちょっと一回固めてみようとか、そういう風になってるんですね。そんな感じです。でもみんなで喋って、これなんかもそのままいけそうだねみたいな感じとか。でもじゃあ普段からやっぱりそういうその今自分の中で来てる音楽とか、多分そういう話をみんなで共有できてるってことですよね。それもう結構普段から会ってるんですか？その仕事以外とかでも。いや毎日会ってます。意図してるわけではないんですけど、なんか毎日会ってます。大体そのビリー・ロム関連の何かしらなんではあるんですけど、もう本当1ヶ月30日のうちの25、6日は一緒にいるから先月休みというか会わなかった日3日みたいな27日間あって、すごいよね。やばい、親の香りみたいなよくないことほぼファミリーみたいな感じですね。でもじゃあそこでそういう今これが熱いぞみたいな話ができてるから、今度こういう曲作ってみようっていう風になるんですね。多いよね。これが熱いっていうのがその等しくやっぱかっこいいんですよ。別に自分が全然聴かないジャンルとかでそいつだけが普段聴くようなジャンルでむっちゃかっこいいのも、いやかっこよくねって絶対なるんですよ。だから多分なんかかっこいいって思うなんかセンスの部分って言ったらあれですけど、そういうのは共通しているような気がしますね。確かになんかこのバンド始めて、もう6人みんなその聴く音楽の幅がグッて広がった感じはすごいします。それでも そこがだって共通項があるわけですからね。同じところで鳥肌が立ったり、心が動いたりする。ちなみに今これ聞いていいですかね。ちなみに今それぞれ3人が俺の中でこれ来てるみたいなのあったらちょっと聞きたいんですけど。なんだろう。俺あります。僕は今イギリスのルーベン・ジェームスっていうアーティストにハマってて、それもモールがこの前教えてくれて、ちょうどだよね、3日前ぐらい。良すぎて。そのルーベン・ジェームスっていうもともとジャズピアニストというかジャズの畑で育った方なんですけど、今はいわゆるネオソウルというか、チル系っていうのかな。でもジャズ流派なんですごく上品なサウンドなんですよ。でプラスそこにこうアンビエントな感じも混じってて、すごいもう聴くリラクゼーションみたいな感じで。
でとにかくライブが良くて、音源も素晴らしいんですけど、ライブ映像をそれこそこの間みんなで見て、もうねでやっぱ同じとこで湧くもんね。やばいなみたいな鳥肌立ちましたね。そうですね、僕のおすすめはルベン・ジェームスです。ありがとうございます。俊介さんいかがですか？いや僕難しいんですけど、最近聞き出したってわけではないんですけど、ロイ・ハーグローブのやってるなんていうんですかね、あれ RH ファクターっていう、バンドなのかな。今流れてるのロイハーっぽくない？っぽいよね。確かに。それで思いついた。いやでも本当に今もうちゃんとハマってる。ハマってる。なんかジャズヒップホップみたいな感じで、でインストが多くて、フィーチャリングで90年代あたりのソウルクエリアンズというかソウルシンガーみたいなのを入れてフィーチャリングしてるみたいな感じのアーティストです。ありがとうございます。レノさんは？俺は今シューゲイザーにハマってて、マイブラとかマイブラティバレンタインとか、スローダイブとかをめっちゃ聴いてますね。シューゲイザーっていうジャンルをなんかちゃんと聞いたことがなかったんで、でそれなんかずっとアンビエントが好きなんですけど、アンビエントとシューゲイザーって意外と関わりが深いなみたいなことに気づいて、なんか結構そのシューゲイザーのアーティストのプロデュースをアンビエントの畑の人がやってたりするんで、それの流れで聞いてたら、いや確かになんかそんな感じあるなと思って、爆音のギターと爆音のドラムと儚いボーカル、それを聞きながら寝てますね。それで寝れるんだ。ちょっと話それますけど、普通になんだっけ、なんか爆音でメタル聴きながら寝たりするんですよ。なんかメタルでも寝れるようになっちゃって、すごいよねマジで。でも何でも寝れますね。だからいつも音楽聴きながら寝るんですけど、何でも寝れるようになっちゃいましたね。一回みんなで作曲合宿みたいなやりに行ったんですけど、ヘッドホンじゃなくて iPhone のスピーカーで流して寝てて、ブーみたいな。うるさい。同じ部屋でなかなかですね。申し訳ないです。でぐっすりレノさんはマジでぐっすり。すごいなそれは。本当にすごいと思う。失礼しました。皆さん大丈夫でした？その日は寝れました？寝ついた後に止めました。そうするしかないよな。そうだよな。ありがとうございます。さっき01はモルさんかリンさんが多いみたいな話を伺いましたが、その作詞、その言葉に関しては同じタイミングでもう出てくるものですか？それとも後々？そうだな。でも最初にそのできたデモの印象からその書きたい詩の内容にこうなんていうかな、それが浮かんできたりってことは多いと思いますね。曲線の方がちょっと多いかなみたいな。そうですね。でもどうだろう、僕も詩を書くしギターのリンも詩を書くんですけど、多分2人で作詞のスタイルはだいぶ違くて、リンがよく言ってるのはすごい書こうって思ってその書く時間を確保してその時間内に書き切りたい。だからその作詞を2日3日とかに分けたくないんですって、そういう作詞の仕方をするんですけど、僕はそれこそそのデモができて、でそのデモを聞きながらなんかこういう詩を載せたいなっていうのがまず浮かんできて、でなんかそれをなんかまず一回言語化するんですよ。なんか一文みたいな感じに、でポンってしっくりきたやつができたら、そこからなんか樹形図みたいにこう広げていくというか、これはじゃあなんでこうなるのか、こういうことがあるからみたいなのを自分なりの解釈で広げてって、なんかそれを元にこう組み立てていくような感じですかね、僕は。面白い。2人それぞれのやり方があるんですね。皆さんはじゃあそのデモを受けてこういう風に音乗せていこうとか、そういうのはもうその場でどんどん作っていったりするんですか？そうですね。部屋借りてて、そこに制作部屋なんですけど、そこにみんなで集まって
そのデモを受けて、じゃあとりあえずワンコーラスあるから1番どうしようかっつって、こういうのはどうこういうのはどうで全部やってみて、だんだんそれが曲になっていくっていう感じですね。いいですね、ありがとうございます。そのみんなでやっていて、まあ6人もいるからやっぱり6人分の意見はあると思うんですけど、そのまあいわゆるなんていうのかな、うまくスムーズにいかないというか、まあもちろん意見が違ったりとか、あとはそのモルさん自身も作詞しててちょっと詰まったりする瞬間とかってもしかしたらあるのかもしれないんですけど、そういう時ってみんなどうするんですか？そういう時はこれサチもそのタイキングさんに教わったんですけど、はい、全通りやる、とりあえずやってみるっていうのを教わって、そこからそれをずっとやってて、まあ時間はかかるけどやっぱり全員総意でこれだねってなれるから、なんか誰一人そのもやを抱えずにその曲の制作を進められるっていうところにやっぱ一番重きを置いてますね。素晴らしいですね。それでもダメだった時はじゃんけんで決めてます。じゃんけんで決めてるんだ。いや本当にぶつかる時あるもんね。ここは絶対にフランジャーかけたい、ここは絶対にフランジャーいらないみたいなそういう時はじゃんけんで。じゃんけんでしたね。何曲、じゃあ今回のアルバムも何曲かありますか？じゃんけんでなんか最終的に決まった曲。いやそれこそだからデュオンのフランジャーそうじゃなかった？まあそうね。てか全部あったんじゃない？そのなんつうの、作曲段階はないけど、ミックス段階はミックスはね、じゃんけんミックスは本当にここ一番ね終わんないからね俺らはな気がします。どこまでもできちゃいますもんね。考えちゃうから。正解がないんで、そこはやっぱちょっと。でもなんか結局そのじゃんけんで負けたやつもなんか後からいややっぱこっちでよかったねみたいなパターンがやっぱ多い。ありますよね。でもそういうのをだからあえてライブでやってみるとか、なんかそういう消化方法いいんじゃないですか。それむっちゃいいっすね。確かに面白い。よかったらそれむちゃくちゃいいかもしれない。ツアーでやってみてください。これあと一つ聞きたかったのは、そのモルさんの、今回のアルバムでモルさんが作詞された曲を、その拝見してて、なんか愛情みたいな、なんていうんですかね、愛にその注目したというか、そういう歌詞だなってすごい思って、まあ、いわゆるその喜怒哀楽って人間あるじゃないですか。その中でその一番その曲になりやすい、自分の中でこれを曲にしたいなって思う瞬間とかってなんか特定にあったりするんですか？特にそのまあ4つの中でって言われた時に特にこれだろうってなるのは正直ないですね。やっぱなんかなんだろう、あんまりその感情のことよりかは、なんか今の自分じゃなきゃ書けない詩を書きたいなっていう思いはあって、なんかそれがじゃあちょっとその時はなんかどっかに寂しさを感じてたからそういう詩になる、この時はすごくなんか世間に怒りを感じてたからそういう詩になるみたいな感じですね、僕は。それこそナチュラルセンスっていう曲が、これアルバムには入ってないんですけど、あって、それは喜怒哀楽がテーマになってるんですけど、なんか聞いてみてください。聞いてみます。作詞させてもらいました。聞いてみましょう。はい。で9月25日にファーストアルバム Wind がリリースされましたが、このアルバムなんか制作秘話とかあったりしますか？秘話？まあでも普通なのかちょっと分かんないんですけど、アルバムって多分コンセプトをまず決めて着手するような気がしてるんですけれども、今回というかもうファーストアルバムコンセプトを全く決めないで曲を作り始めたんですよ。っていうのもその最初にコンセプトを決めちゃうとやっぱり凝り固まっちゃうというか、そっちに寄せようってなって、なんか俺ら6人もいていろんなルーツがあって幅利かせられるのがそれのせいでできなくなっちゃったらもったいないなみたいな。じゃあとりあえず今回ファーストは何も決めないでやってみて、でそのいろんなもうこれかっこいいよねこれかっこいいよねっていう直感で作った曲たちが逆にその等身大のビリーロム、ビリーロムの現在地っていうような意味のコンセプトを帯び始めたというか、じゃあそういうコンセプトなんじゃないみたいなので
ウィンドウになりましたね。これ WIND は略というか、そうですね、Walk in New Directions っていう新しい方向に向かって歩いていくっていう言葉の、その文字通りのビリー・ロムのスタンスというかのも反映されてますし、その風っていう言葉が結構なんて言うんだろうな、その、風の時代だったり、追い風だったり、なんか風って何かが変化するときにその伴ってくる言葉というか、そんな気がしてて、ビリー・ロムもまさにその変化を続けて自分がかっこいいと思うものを貫き通すっていうところが根底にあると思ったんで、それでウィンドウになりました。はい、このアルバム期間はじゃあどれくらいかかったんですかね。半年だっけくらいかな、多分今年の2月とかに、このアルバムデューンが一番最初にできたんですよ、でそれが多分2月とかだったから、でそれで9月25リリースなんでだいたい半年ちょっとくらい。秘話で言うとあれだ、もう残り1ヶ月とかなのに、あと4曲作んなきゃいけないみたいになって超急ピッチで遠征のホテル先で全員で集まってやったり、移動でもちょっと考えたりみたいな、 MV 撮影でモールがボーカルでリップシンク撮ってるところで車で作るみたいなのをすごいやって、だからといってそのあれですよ、即席ってわけじゃなくてもちろんそれはもう死ぬほど考えてそうね、耐えて最後の曲は最後にできた曲ってこのアルバムの中でどれだったんですか。クロックハンズとコールコールかだったっけな、かな、リンさんがラップしてる曲ですね、コールコールは。そうなんだ、ありがとうございます。はい、ではここで1曲またかけたいんですけれども、どの曲にしましょうか。俺は Windy You っていう曲にします。これはちょっと流れが実はあって、デューン、Windy You、あと Once Upon a Night って曲が、全部リンが作詞したんですけど、全部先行でシングル配信されてて、それがなんかこう歌詞の中にも風ってワードが全曲出てくるんですけれど、なんかその3つはこうつながりみたいなものが強くて、なのでちょっと歌詞に注目して見ながら聴いてみていただきたいです。で聴いてください。ビリー・ロムで Windy You。 はい、そんなビリー・ロムの皆さんですが、近々ツアーがあると伺いました。はい、来年2月から、アルバムウィンドリリースに伴い、ワンマンツアーウィンド6都市ツアー開催します言えたよく言えた本当に顔真っ赤になってるの口ダメなんですよね本当にはい、6都市 どこを回るんですか。北海道、仙台、東京、大阪、名古屋、福岡です。素晴らしい、全国ですね。はい、気合は十分でございますやっぱでも6都市みんなその土地柄もあって、やっぱお客さんの感じとかも違うじゃないですか。そうですね。なんかそれをこう存分に楽しみたいというか、なんかその行く先々でお客さんとの化学反応が起こせるライブがいいなとは思ってます、すごい。東京公演はツアーのラストの3月9日ゼップ新宿で開催します。お待ちしてます。お待ちしてます。